どうもこんにちは、シーサーです。はいどうもこんにちは、もともと TV の元デイと。はいどうもこんにちは、したした TV のしたデイです。ということで、コラボ第4弾あれ3から4早かったね。早いですね。これまでの元デイさんとのコラボの経歴をですね、ちょっと軽くまとめてくださったんですね。そうですね、振り返っていきますと、まず第1弾ですね、2021年の9月に初対面でコラボさせてもらって、で第2弾は2022年の8月1年経ってコラボ、で第3弾がそこから3年経ちましたね。経ったね。2025年の9月。なんかこのまとめてるやつにね失踪って書いてあるんですけど元で僕失踪してないですよ。してないですか。でそこから1ヶ月後に第4弾ということで早かったね。めちゃくちゃ早いですね。まあでも復帰してせっかくやったらコラボもいっぱいやっていこうやっていうところでね。そうですね、前回の動画もありがたいことに、いやこちらこそですよ。僕のチャンネルもちょっとあれで勢いついて、よかったです。まあでも前回のコラボで分かったこと、やっぱこの2人のコラボ需要あるなと。需要ありますね本当に。お互い文房具 YouTuber として、文房具をレビューしていて、で視聴者層もかなり近いところがあるんじゃないかなというところ、登録者数で言ったらねもう天と地の差なんですけど、最近もう100万人登録いきまして、もうありがとうございます。なんかこう、そんな何にも変わってない感じするけど、なんか100万人が向こう側にいるって考えるとちょっと緊張するんですよね。ちょっと100万人 YouTuber 怖いな。100万やったら人変わんねや、やっぱ。恐ろしいですね。確かになんか YouTube 見てて99万人と100万人ってなんか見え方がなんか4倍ぐらい違うの。いや本当に変わりますね。なんかこの格が1個バーンと上がるというか、すごい実感がまだ湧かないんですけど、元デイさんももうちょっとで10万人ということで、10万人行きたいですね。ちょっと頑張っていこうということで、コラボをまたやっていこうと思います。で前回コラボした時は僕のチャンネルでは元デイさんと僕の筆箱の中身をね、紹介をするみたいな動画だったんですけど、その動画が100万人いくまでの最後の動画だったんですよね。あれで決めてあれがもう最終のゴールを決めてくれたという。恐れ多いですわ。いや別に放ってても多分言ってますから絶対。いやもう元デイさんのおかげで100万人を突破したと言っても過言ではないのでしょうか。荷が重いですわ確かに。僕の方はもうマジでシーサーさんのおかげでこうチャンネルに勢いついてますけどあれのおかげなわけないからちょっとあるかもしれない。1日早まったかもしれない。手助けできたのが良かったですわ。で今回はですね、対戦企画をやろうと。好きやね。この2人なんかいつもバチってない。会うたんびに対決してるけどもうやっぱ勝敗決めないとね、そんな白黒つけたいんや。白黒つけたいですね。でもシーサーさんのチャンネルで対決といえば機器文房具でございます。もう何回目やあれ3回目です、3回目ですか。第1弾第2弾の時は、機器文房具やったんですけど、まず最初の第1弾の時は目隠しをして手触りだけでシャーペンを何のペンを顔を当てるっていう、その時ね僕の家で撮影したんですよね。しましたね。でシーサーさんがこの企画案出してきてくれて、楽しそうやなと思って、そしたらアイマスク持ってきますってちょっとポンコツエピソード言わんといてくださいよ。今回はしっかりと用意してます。そう用意しました。もう家に大量にストックしてあるので、蒸気でホットアイマスクやっぱホットなんですね。ホットなんですよ。温めてね。で第2弾のコラボの時は目隠しをして書き味だけで何のペンかを当てるっていうね。手袋とかもしましたね。手袋もしましたね。なんかどんどん難易度がね上がってるんですよね。上がってましたね。で第1弾は僕が勝ちました。第2弾は元デイさんが勝ちました。で今回ですね、機器文房具なんですけど、最終決戦みたいな。そうですね。1勝1敗で迎えた3戦目。そうですね。何をやるかと言いますとですね、目隠しをして何のシャープ芯かを当てるというゲームを。芯
利きシャープ芯ですね。なるほど。目隠ししたらマジで一気にムズなりますからね。一気にムズなりますね。シャープ芯か。どうですか？いや、俺アインシュタインの HB ハードしか使ってないけど大丈夫かな。最近いろいろ新しいシャープ芯も出てますからね。出てますよね。さっきの言葉借りると僕失踪してましたからその間にいろんなね写真が出てるわけで、そうですね、その辺をしっかり当てることができるのかっていうね。そうですね、5回戦っていう感じでやっていこうと思ってて、まず何のメーカーか何の名称かを当てることができたらプラス1点。なるほど。例えばペンテルのアインシュタインっていうのを当てれたら1点ですね。で次に神経ですね。 0.5mm とか 0.7mm かを当てれたらプラス1点で、最後に何の濃さか HB かとか 2B かとか、そういうのを当てれたらプラス1点という形になります。なので結構今回ですね、いろんなシャープ芯をやっぱ選択肢に持っておきたいなということでですね、ハンズに行ってですね、新たにシャープ芯を買ったんです。買いました。もともとね、そんなにたくさんは持ってないんですけど、めちゃめちゃあるやん。こんだけ僕シャープ芯を持っていましてですね、そんなにたくさん持ってないんですけどちょっとねこれだけだとちょっと難易度が、0.7 とか 0.3 とかちょっと少なくなっちゃってるんで、ちょっとねハンズさんでちょっとだけ追加で購入してきたみたいな感じですかね。そう本当にちょっとだけ購入したって感じですね。これなんかパンパンに詰まってるけどこれ全部写真ですか？これ全部写真ですね。やば写真の重量じゃないでしょこれ。あとこれをピッピッてやってる店員さんはどんな気持ちなの？真面目に5分ぐらいかかりましたその店員さんにはぜひこの動画見てほしいですね。いやちょっとねマジで恥ずかしかった。見なかったらなんやあの変な客で終わっちゃうんで、この動画見てあの時のそういうことやったんやって思い出してほしいです。そうですね、こんな感じでですね。いいよこれ10本の指じゃ足りへんよ。一回机に並べてみますか？一回並べてみますか？なんかグラファイトデザイン変わりましたよね。今時って感じ。よし、ということで並べ終えましたすごいな。あとねこれだけじゃなくてこれも買いました。シャーペンですね。ステッドラーの92535と92525。これで試し書きをすると。そうですね、これで試し書きをします。どうして92525、92535をねこうやって買ったかというと、これ全部違う芯形なんですよね。もともと 0.5 と 2mm は持ってたんですけど、0.3 とか 0.7 とか 0.9 持ってなかったので、買いました。やっぱりね同じペンでやった方が何の芯かの違いが分かりやすいかなと思って。確かにシャーペンは統一した方がいいですね。そうですね。こういう統一するシャーペンにしては割と高い。いやそうなんですよね。割といいシャーペンっていうね。なんかね 2mm を使いたかった。 2mm あんまないですね。そう、今回ですねこれだけ購入をしてレシートが出てきたんですけど長い。10人で回転寿司食べた。これ京都銀行の CM に使えますよ。なんすか京都銀行の CM？ 長いお付き合いって知らないですか？わかんない。あれ関西でしか流れてないのかな。関西でしか流れてないのか。分かる人は共感してくれるツッコミですわ。でこれ合計がですね、14,750円でございます。俺ら買ったの写真やねん。多分写真だけで1万いってますねこれはね。すごいな。でここにある芯は、僕がねもともと持ってる芯なんですけれども、これも一緒に、出題としてねやっていこうかなと思います。はい、ということで並べ終わりました。はい。いやーなんかどうですかこの芯を見て。いやすごいね、店開けるぐらいの。でもこれから機器文房具する言うてますけど、僕ここにあるのはほとんど使ったことないですよ。一回試し書きしたいなっていうのはありますね。そうですね。じゃあまずそれぞれなんかメーカーごとに1個ずつなんか試し書きしていきますか。そうですね。でメーカーの特徴をつかみますか。そうしましょうか。でまずはパイロットのネオックスグラファイトの 0.5 の HB を試し書きしようと思います。これがグラファイト。グラファイトです。あれこれ HB ですか？これ HB ですね。 0.5。結構濃いな。グラファイトちょっとね濃いめですよね。ちょっと書いてみますか。なんか僕グラファイトあんまり正直好きじゃなくて、そんなはっきり言っちゃうんですね。結構型べりをして
太くなった時にずっとこのまま書き続けるとちょっとキュッキュいう感じがするんですよね。なんかちょっと引っかかる感じ、キュッ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 って、はいはいはい、それがなんか鳥肌立っちゃう感じがして僕は、あんまそういうのないですか？鳥肌は立ったことないですね。マジでまあでも、まあ、相性とかね、合う合わないありますから、だから鳥肌が立つか立たないかでグラファイトは見分けられるか。なるほどな、それいいなその体質羨ましいな。確かに滑らか、これは、これを一個基準にして次から比較っすね。そうですね。アインシュタインですね、まあ昔はもうアインシュタインさんにめちゃくちゃお世話になりましたね。みんなクラスでポキポキやってましたよ。ここでこう周りに見えないようにここ入れてるんですけど、こう隠してねようやってました。それで生きってると可愛いですねこれがアインシュタイン 0.5mm HB でございます、うわー全然ちゃう。全然違う。でもこれは僕もよく使ってたやつなんで、まあ HB ハードなんですけど僕が使ってたのは、でも懐かしの書き味って感じですね。やっぱ一番好きかな。どう好きですか？何が違います？他のシーンと。ここで止まってほしい、ここでカリッといってほしいみたいなね、僕の波長と合うんですよ。ちょっとわかるかも。いやわかりますよね、なんか滑らかすぎないから制御しやすい、基準としては書きやす、これ書きやすいわって思ったらもうアインシュタインかな、今のところ考え方としては、普通にでも楽しいな、いろんなシーンをいっぺんに味わえて。確かになかなかそんな味わう機会ないですもんね。こういうフェスみたいな開いてくれへんかな誰かシャーシンフェスじゃあシーサーが書いていこうと思います。これね、もう懐かしいね、シャリシャリ感っていうんですかね、ちょうどいいんですよね。この確かに書いてるぞ感ありますよね。そう比べてこの新しくなったアインやりたいですね。そうですね。はい、こちらがですね、アインシュタインのまあ実質後継機みたいな、そんなモデルでアインシュタインよりも濃く滑らかになったよっていうのが話題の。これ僕書いたことないんですよね。これね、僕一番好きなシーンなんですよね。マジっすか？じゃあ今のアインシュタインよりもこっちの方がいいと。僕は好きです。でもなるほど、確かにちょっと柔らかいですね、さっきよりも。さっきの角張った感じとはちょっとまたちゃいますね。そうですね。なるほどね。でも書きやすいな。いやでも僕こっちの方が好きかな。慣れてないからかな。なんでやろ。確かにアインシュタインの方が味はあるかもしれない、なんかシャープシーンとしての。これもうグラファイトどんなんか忘れたでまだ10種類ぐらいありますよ大丈夫かなこれ。なんか比べてみるとシャリシャリ感が少ないっていう感じ。でもかなり違いますね。本当シャリシャリ感の角が取れて滑らかになる。やっぱグラファイトよりは硬い感じ。そうですね。硬さはそのままでも滑らかでっていうのがアインのいいところなのかなって。柔らかい思ったらグラファイト、書きやすい思ったらアインシュタイン。そうですね。その奥に滑らかさ隠れてるな思ったら後継版のアインと。はい、続いてはこちらですね。ユニの 0.5 の HB ですね。グラファイトよりね。 HB ってこんな濃かったんや。濃いっすね。でもうわ難しいでこれ。でもやっぱなんか筆跡見てみるとグラファイトがなんかもう圧倒的に黒くて。そうですね。で次がユニでっていう感じがするな。めっちゃ柔らかみがあるんですけど、グラファイトよりもちょっと硬いけど柔らかいみたいな。なるほど。これはなかなか難しい。うわでも結構グラファイト寄りですね。そうっすよね。柔らかいけどグラファイトほど濃いわけではない。減りが少しゆっくりですよね。でもアインシュタインとかに比べると、そうなんか中間なんですよね、グラファイトと。いや中間ですね。これバランスいいかもしれないですね。これ万人受けしやすいというか、ね、確かに。廃油に行きますか。廃油に 0.5mm HB ですね。廃油には、高級シャープ芯ですよね。倍ぐらいになるんですかね。なんかね330円だった気がする。じゃあプラス100円ぐらいか。そうですね。普通の芯が220円だから。なんやこれは。シャーシンのゲシュタルト崩壊的ないろんな芯試しすぎてわけわからんくなってます今、感覚が。これがもうなんか柔らかいのか硬いのかもなんかようわからんくなってきましたアインシュタインの次ぐらいに書きやすいですね。マジですか。ユニよりもより柔らかみが少なくなって、シャッシャっていうキレがいいですね。なるほど。なるほどね。ちょっと硬さ本当にキレがある感じがしますね。そうなんですよね。
綺麗でなんか筆圧をかなり弱めにして薄い字で書いた時になんかシャリシャリする感じ。確かにそういう試し方もあるのか。ちょっと石が擦れてるみたいな、なんかそういう感覚も少しあるかなみたいな。いやでも書きやすいですねこれは。書きやすいですよね。書きやすい書きやすい。なるほど。いやもう分かんなくなっていや分からんこれがこれマジでむずいですよ。はい、続いてはですね、こちらはトンボのモノグラフのシャープ芯ですね。今回ですねモノグラフのシャープ芯はこの 0.5mm の HB しか持ってないということで、もうモノグラフだっていうふうに分かればね、もう3点獲得がもう確実になるということで、結構サービスかもしれない。これ取りたいな。これ取りたいですよね。これだけ特別視して書き心地を抑えとけば、来たーってなるわけですね。確かに全ベッドしちゃうかも。へえ、これ面白い。しっかり1本だけ出るようになってる。右側の方は大量にみたいなことですかね。右側の方はおおすごい。アイスの実方式ですね。確かに。いつも思ってたんですけど、その、大量の方を誰が使うんやろうと思ってたけど、全員が芯1本ずつ入れるわけでもないですもんね。確かに。たまにいますよね、この芯大量にドバッともう入れちゃう人みたいな。僕結構そっち派かもしれない。あ、マジっすか。なんかもう10本ぐらい入れときたいみたいなのは。僕もなんかね、それ鳥肌立つんですよね。鳥肌立つ。なんかシャーペンに対して1本しか入っててほしくないんですよ。へえ。あとなんかカチャカチャしません？中で。ああしますね。あれがもう嫌で。マジで。でもいっぱい入ってるっていう安心感あった方が。いやー。だから僕貯金とかできないんで。おお、期待以上。ああ、ごめんなさい、期待外れ。なるほどね。手のひら返しされました。ちょ待てよ。なんかでもユニに似てますね、通常モデルの。あ、確かに。ねえ。でももう分かんないな。マジで分からんこれ。分からん。ちょっと今までの機器文房具で一番むずいかも。ここまで似てるものをいかに自分の中で違いを大きくしてっていう作業が難しいですね。確かに。でもなんかシャリシャリ感が結構少なめで。そうなんですよね。なんか綺麗な感じがする。すごい綺麗に整理整頓されてる人の家みたいな。ごめんなさい、返事が出なかったです。まあ次はですね、海外ブランドの芯ですね。これまた一味違うでしょ、海外は。違うかな。じゃあまずはロットリングからやっていきましょうか。さあティッキーいってきます。ほら全然違う。もう全然違うわ。これは分かりやすいわ。やっぱ天下のロットリング様なのでとても書き心地がいいということでしょうか。いやもう素材から違う感じ。ああなるほど、コンクリートとアスファルトみたいな。そうなんか違うもので描いてる感覚っすね。なんやろ、さっきまで描いてたのが透き通った水やとしたら、これはね濁りが入った水のようなこれなんかね描いたら分かると思います。じゃああんまり良くないってことですね。ちょっとなんかザラザラ感。ザラザラ感ね、濁ってんだ。でもこれはいけそうロットリングは。確かに。本当ですか。透明感はめっちゃ少ないですね。なんだろう。やっぱこれ言語化むずいですね。言語化むずいですね。なんか逃げようとしても足つかまれて前に進めないような感じしません？なんで僕らはこんなに難しく説明しようとするんですかね。普通になんか硬いとか柔らかいとかでいいのに。ザラザラ感かなり。いやそうですよね。一番あるなこれまでの。じゃあ次はステッドラーいきますか。これがどうくるかっすね。そうなんですよね。メイドインコリア、韓国で作ってんだこれ。まあステッドラーのシャーペンですから、まあ相性はいいでしょう。確かに。はあ、グラファイトですわ。それ意外だな。グラファイトよりもグラファイトしてるな。マジで？ザラザラ感とかロットリングみたいな感じは全くないっす。粉感が見えたらステッドラーっていうあれを作りました。なるほど。でもグラファイトよりグラファイトしてるわこれ。でしょ。柔らか。
キュッキュしない。これは鳥肌立たない。じゃあちゃんと差別化できてるんや。そこはできてますね。本当にHB ですかっていうぐらいグラファってますよね。グラファってるまあ一応こっちもあるか。こっちちょっと試してみますか。これ2.0 ミリ。そう 2.0 ミリ。これマルスカーボンっていうやつですね。まあ、2ミリなのでもう鉛筆とほぼ同じ太さ、おお、これで出すんだ。ペン先トキントキンですね。 2.0 ミリ。これか。まあ、2ミリはちょっとラッキー問題なんじゃないですかね。2ミリの芯ってシャープナーっていうのがあってトキントキンに尖らせるんですよね。こうやってほら、見た目そんなめっちゃ太いって感じもないっすよね。そうですね、うん、あれだったら答える時にもうひたすら書きまくって消耗させて、なるほどね、そうすると丸くなるから。あー確かに、うんうん、こうするともうほぼ鉛筆ですね。鉛筆。あこの音でわかるなこれ。あ、確かに。はい、では最後ですね。こちらラミーの M41.0.5mmHB ですね。まあ、ラミーの芯もこれしか僕持ってないので、まあ、比較的当てれたら強いですね。ほーなんか思い出したな。これはね、海外版アインシュタインですわ。おー、そうなんだ。ハイユニかな。だからロットリングだけですね、海外でこんなに違ったの。一番書きやすいですね、海外の中では。でも確かにこれ海外版のハイユニかな、これは。そうですよね、うわ、でもこれ日本の芯と違いが分かんない。0.7 とかもう一旦試し書きしてみますか。そうですね。まあでもそれはもう芯形を覚えるっていう。そうですね。なのでもうこれ買った時に元から入ってる芯で書いちゃいましょう。これ 0.7 ですね。滑らか。さすがにね。さすがに滑らか。0.5 よりもちょっとボールルペンちゃうけどでもね、こうより紙面に当たってる芯の量が多いっていう感じは手に伝わりました。確かに伝わりますね。0.9 もついでに。いや、これ 0.7 と 0.9 比べるのどうなんだろう。これはめっちゃ似てますね。似てるんだ。なるほどね。むずいな。目隠ししたら分かんないかも。じゃあ最後 0.3 ミリを試してそこからもう勝負に入っちゃいましょうか。いや 0.3 ミリはね、さすがに分かりやすいと思う。もうこのカリカリ感ね。 0.3 はね、これちょっとせこい技かもしれないんですけど、筆圧をめっちゃかけて折れるかどうかで神経を当てるみたいなのも。なるほどね。一応やってもいいですけどね。視聴者がどう思うかです。そうですね0.9 見てから 0.3 見たらね、めっちゃ細く見えますね。針ですね。これは分かるんちゃうかな。よし、インプットしました。さあ、目隠しをします。これなんかいい匂いするやつですめっちゃいい匂い。じゃあ第1弾の先行は元デイさんが答えるという感じで、幸先よくいきたいよまずは僕がね選んでいこうかなと思います。これとかいいかな。1つ目はこれでいきます。お試しください。これ緊張するで。とりあえず 0.3 ではない。あれじゃあでも目隠ししたらやばいいや、なんか 0.5 じゃないぞ。これちょっと太いぞ。 0.7 ミリかな。めっちゃ柔らかくないからグラファイトステッドラは消せる。でそんなめっちゃ書きやすいとは思わない。アインシュタインでもない。なんかスタンダードな感じするな。ユニかモノとかその辺かな。これなんか一回ちょっと外して見て吟味するのはありですか？ありです。回収します。筆跡とかもわからないようにこれの紙も回収して、ではアイマスクを上げてください。はい、とりあえず 0.7 やと思うんですよ。0.7 で絞るとこれかこれかこれね。でグラファイトは違う。グラファイトはねもっと柔らかいですね。で俺これユニやと思ったんですよ。滑らかやったな、そういえば。これの可能性もあんのかな。1問目 0.7 ミリくるかな。いやでも書いてる時はユニやと思ったんですよね。思い返してみると奥に滑らかさが隠れてたような気が
なんか 1問目からこんな HB と B でなんか1割するかなっていうその意図も組んでいきましょう。はい。さあ元ゼイさんが選んだのはペンテルのアイン 0.7mmHB。 不正解です。今一瞬正解かと思ったのに嘘やん。見ました。0.7 は合ってますよね。0.7 合ってないです。違います。じゃあもうダメやこれ。HB だけ合ってます。こちらですね。ステッドラーのマルスマイクロカーボンでございます。ステッドラーか。なんていうと一番グラファイトしてるって言ってたやつ。ダメですこれは。嘘、そんなに難しいんだ。1ポイント。1ポイントです。では。いや、いい匂いだな。めっちゃいい匂い。どれいこうかな。1問目やしね。これかな。あんまり音立てないようにね。これでいきます。はい、お待たせしました。はい、このまま書けば。おお、結構ね、シャリシャリ感強め。お、キュッキュする。おお、キュッキュいくというのは、やばい、鳥肌めっちゃ立ってるってことはパイロットのネオックスグラファイトである可能性が非常に高いですね。これ鳥肌きた。でもこれ多分 HB じゃないんですよね。でも 0.5 ミリではあるような気がして。なるほど、0.5 ミリはもう確定、確定ですね。なんだろう、この硬さが分かんない。でも H とかそれぐらいかな。 OK です。はい、じゃあ一旦回収しますね。はい、取って OK です、はい、おお、なるほどね。痕跡ないように綺麗に並べておくのね。マジでわからん。よし、僕が選ぶのはこれですね。お、パイロットネオックスグラファイトの 0.5mm H でございます。なるほど。あ、ちょっと待って、シールが貼ってある。あ、ほんまや。あ、そういうあれがあるのか。そういうあれがあった。ちょっと外しときましょう、次全部。そうですね。ということで不正解でした。うわー、悔しい。シーサーさん、俳優にで鳥肌が立っております。マジで。正解は俳優にの HB0.5 ミリでございます。0.5 ミリは正解と。1点か。やばい、全然わかんないかもしれない。いや、やっぱ目隠ししたら狂うんですよ。狂いますね。今のところ点数が 1-1 でいい戦いになっております。このアイマスクの匂いが良すぎて思考力が下がってる感じが。どうしよっかな。これでいこうかな。はい、こちらでいきます。書いてください、そのまま。はい。いや、なんか太く感じるんよな。いや、絶対これ 0.5 じゃない、さすがに。おお、 0.7 か 0.9。 まあ 0.5 かもな。なんか思い切ってみるか。0.5 に割り切って考えてみると、別にそこまでめっちゃ書きやすいってわけでもないから、俳優にでもアインシュタインでもないものかユニか。柔らかみあるんよな。これが神経の太いっていう感じなのか。これマジで難しいな。一旦見てみてって感じですかね。はい、ちょっと今のところ曖昧なマジでわからん感じでしょうか。はい、外してください。僕は 0.7 やと思ったんですけど、一旦そこを疑って 0.5 で行ってみようと思います。で 0.5 で考えた時にそんな書きやすくなかったんですよね、自分の思う理想の。だから俳優にではない、アインシュタインでもない、ユニカのものの可能性もあると。スタンダードな、スタンダード系かなって思いましたね。あ、ちょ待てよ、グラファイトかもな。いや、なんか錯乱しております。グラファイトに見切ってこんなね薄くはないんですよ。出題側としては、この3とか2とか間らへん行きづらいと思うんですよね。やるなら究極に薄い方か究極に濃い方か、まあスタンダードの HB か。これいこうかな。これ勝負出ます。勝負出ましたね。錯乱に錯乱を重ね、僕の答えはパイロットネオックスグラファイトの 0.5mm4B。 0点でございます。やってもうた。やってもうた。まず 0.7mm でした。0.9 ミリでした。
うわー、なんかあかんゾーンに入ってる。ゾーン入ってますね。こちらですね。やっぱ書き心地はこれでやってたんや。そうですね。かなりいいところまでいってるなと思ったらグラファイトにしてしまったというところで、うわー、これいけたかもな。もう今の点数がこちらでございます。ここでね、僕が1点以上取れればちょっと有利になる感じなので頑張りたいと思います。さあ2ターン目後攻ですね。これちょっと行ってみましょうかね。これね、いいなるほどね。細い。細い。おお、なんか鳥肌立ってきた。どれでも鳥肌立つやん。グラファイトかな。いやでもこの硬さ的にはあれなんだよな、グラファイトじゃないんだよね。なんかさっき鳥肌立つとか言ったんですけど、はいはいはい、普通に描きやすい。描きやすいで、ザラザラ感が少なくて、なんか角が取れてるような感じ。おお、だいぶ高評価。僕結構好きですねこれ。ってことはペンテルのアインかな。まあ一番好きな写真ですもんね。そうです。いやペンテルのアインだなこれ。濃さちょっとね固めだと思うんですよねこれ。OK。じゃあちょっと回収します。目隠しを開けてください。最初ねこれかなと思ったんですよ。ペンテルのアインの 0.5mmHB こいつかなと思ったんですけど、なんか筆圧弱めて書くとちょっとキュッキュするような感じがして、アインそんなことなかったよ。そうなってくるとこれかなって思うんですよね。なるほど。ラミーのね M41。そうですね、僕はこれだと思います。2点かな。おお。0.5mm と HB が合ってる。あ、なるほどね。モノのやつですね。モノか。モノグラフどんな感じでしたっけ。整理整頓された人の家みたいな、綺麗さがあるみたいな。わけわからんこと言ってたやつですね。なるほどね。さあ今のところですね、第2ターンが終わって1対3でございます。話されたな。だいぶ元デイさんが不利な状況になってきましたが、 OK 決まりました。私はこれでいきます。はい。さあもう一発で当てるぞ。まあなんかさっきのが 0.9 やとしたらそんなめっちゃ太いって感じはないかな。これあれちゃうの、あの鉛筆の音ちゃうのこれ。0.5mm でこんな音なる？ならんやな。いやでも2.0mm のあれやとしたらもうちょい書くと鉛筆感が出てくるはず。出てきたぞ。お、いやーサービス問題してくれたんかな。だってこんな音ならんもん絶対。これで大丈夫かな。音で分かった。はいはいはい。さあ鉛筆感もあったし。はい、ではアイマスクを外してください。はい、これはもう一択ですわ。ステッドラーのマルスカーボン 2.0mm2B。 正解。これはまあサービス問題いただいたって感じかな。いやあれとサービスしすぎたかな。音がね、違いすぎる。さあ3ラウンド後攻ですね。どういこうかな。せっかくさっきの3ポイント取れたし点差広げられたくないっていうのもあるんですよね。これいこうか。どうぞ。この感覚でなんか 0.7mm な気がする。すごっ。あ、太いな。だいぶ太い。 0.9mm っぽいなこれ。はいはいはい。多分アインだともうちょっと硬い感じだと思うんだよね。なるほど。結構スラスラ推理いけましたね。これ結構ラッキー問題かもしれない。でちょっと濃いめかもしれない、どっちかっていうと。はいはいはい。 OK です。分かった気がします。はい、はい、では目隠し取ってください。もうスラスラいけてましたね。なんかねスラスラいけて、あでも 0.9 これしかないんだ。HB しかないんだ、ユニの 0.9 は。なるほど、もうちょい濃いと思ったんですね。そうですね。でも太いから濃く感じたのかな。よし、じゃあ僕はこれだと思います。ユニ 0.9mm HB。はい、0点。マジ 0.9mm でもないの？あなたが一番鳥肌が立つ
グラファイトの 0.7 ミリでございました。マジでHB？ HB です。まあ 0.7 これ一緒。じゃあこれ僕1点じゃないですか。 HB なんで。あ、そっか、1点。あ、そっか。グラファイト以外を指してくれたことが嬉しすぎて0点って言っちゃいました。ウキウキじゃないか。そっか HB は合ってんのか。いや危ない危ない、その1点大事。そっか。いやでも分からんな。ちょっともう一回書いてみてもいいですか。はいはい。意外と太いんだよ 0.7 って。いや分からんな。 0.9 もっと太い。グラファイトのキュッキュ感は分かんなかったですか。これ全然なかったなんですよ。 0.7 ミリになるとまた違うんですかね。また違うのかもしれないですね。いや分からんな。でもこれで並びましたね。4対4。そうですね。めっちゃいい戦い。おー。まあこっからちょっとまあガチの真剣勝負というか、ね、いやそうですね。では決まりました。これでいこうと思います。どうぞ。よし、きた。はい。もうとりあえず 0.3 ではない。なんかあれここ紙っすよね。あ、ちょっとこれ補充しますね。柔らかいな。グラファイトか。神経はまあちょっと太く感じるけど、いやだいぶ太く感じるな。いやでも無難に 0.5 いっといた方がいいか。1点でも稼ぎたいからな。またちょっと補充します。芯の消耗こんな早い。これもだいぶヒントな気するな。もう2回を補充してますもんね。こんな芯あったっけ。芯の消耗早すぎへんかこれ。でも芯の消耗が早いってことは濃いと思うんですよね。神経だけでも最後粘り補充します。これどないすんの。これ1本使い切っちゃうで。これ何これ。ちょっと見てから絞ろうかな、この感覚を覚えておいて、はい、では回収します。はい。試し書きしてる時にこんな消耗早いのなかったもんな。消耗早いってことは絶対濃いんですよ。H とか HBF であの消耗の速さは多分実現不可能なんで、ってなると 0.7 で濃くて太いってなるとこれなんですよね。0.5 ミリの可能性あるか。また錯乱してる。これ赤モード入ってる。これか。今パッて見つけたけど 4B は他にはこれもあるか。そう、グラファイトも 4B あるか。とにかく消耗が早い。これも 0.4 ですね。じゃあ 4B ですね。4B か。これの可能性。これか。でも今反応遅かったもんな。これが答えやとしたら、これをマークしてるはずやから、もっと早くいや 4B これもありますねって言えるはずなんやな。ってことはこれじゃない。マークしてない。でも太かった。いやどうや。ちょっと悩むなこれ。いや信じてみるか。ユニの 0.7 の B で0点です。まあそうよな。答えはですねこれですね。ペンテマジか。 4B やってもうわこれ当てれたな。ミスった。いやいけましたね。これは0点。さあ第4ラウンド高校シーサーさんですね。もうね限られてくるんですよね、出題側も。はい、どうぞ。なんかザラザラ感が強いな。ザラザラ感。これあれじゃないですか。ロットリングの芯じゃないかな。いやでも分かんないな。これもしかしたら 3H とか 4H とかのめっちゃ硬いやつかもしれないし。なるほど。どっちだろう。でもロットリングもっとザラザラしてたと思うんだよな。まあロットリング確かに特徴的でしたね、そうですね。試し書きの時も。でこれねキュッキュ言うんですよ。グラファイトの太さは分かりますか。太さ 0.5 かな。無難に。無難に。これ苦手やなこのシーン。多分 2H とか 3H とか 4H ぐらいかな。グラファイトかな。はいどうぞ。そうですね 0.5 のグラファイトのこれか。やっぱキュッキュする感じはやっぱグラファイトなのかなって勝手に思っちゃってる。いやこれじゃないかな。はい。なるほど。結構即決。
パイロットのネオックスグラファイトの 0.5、2H。1点。おお。ちょっとやっぱ考えすぎかな。ロットリングのティッキーでございました。マジか。いや、ザラザラはこれでしょっていう、そこ自信持っていけば3点取れてましたね。1点差にキープ。よしよし。4対5。うわ、さっきの 4P 悔しい。本当にガチンコ勝負でいこうかなと思います。もう容赦はしません。でもさっきいい線いってるからなんか自信湧いてきた。これでいかせていただきます。いや、これはかなり自信があるかもしれない。はい、自信がある出題者側として。まあちょっと太いと思うけど、やっぱこの間隔が 0.5 ミリなのかな。また消耗早いぞ。ちょっと補充します。消耗早いぞ。これまたヒントちゃうか。消耗早いのでかいですね。0.5 またのこのちょっと失礼しますね。どういうことや。いや、もっと細いやろ 0.3。 でもなんかちょっと針で書いてる感あるな。0.3 やと思って一回書いてみようか。せこい技かもしれないんですけど、筆圧をめっちゃかけて、折れるかどうかで神経を当てるみたいなのも。なるほどね。一応やってもいいですけどね。まあ視聴者がどう思うかね。そうですね。0.3 やなこれ。で消耗早い。目開けて絞りますわ。3点いくぞ。はい、では開けてください。さあ 0.3 でこういうのあってくれ。あれ 2B までか。グラファイトの 2B かこれの 2B かと。僕僕の動画見てくれてる方なら一時期大学生の時に 0.3 ミリにハマってる時期があったんですよ。で筆箱の中身も全部 0.3 みたいな。そういう時にこの筆圧で書いたら 0.3 は折れるっていう力加減を知ってるんですよ。なるほど。その自分の力加減で書いた瞬間ポキっていったんですよ。 0.3 は絶対確定なんですよ。確定なんですね。でさっきと消耗のスピードが一緒やったと。やっぱ 0.3 体積が 0.5 よりも少ないですから、4B と 2B でも消耗スピード一緒と。これもあるやん。いやさっきこれ 4B 出して、いや分からへんな。最終的に残ったのがこの5本。絶対この中に答えはあるはずです。でも確かにちょっと書きやすかったからな。これの線も出てきたぞ。いやこれやね。やっぱ初子貫徹。ユニの 0.3 の 2B で大正解です。よーしマジっすか。マジです。これは名推理。5択のよっしゃ。これはやばい。いやマジか。よっしゃ。ここでかい3点。いやめちゃくちゃでかいっすよこれ。これで僕の合計が7点と。で今現在シーサーさんがここまでで5点かな。5点だからここで2点でも同点と。そうですね。だからもうシーサーさんが勝つには満点を取らなきゃいけないと。やばいってこれ。これいいぞ。よしよしよし。さあラストターン。シーサーさんが3点満点を取れれば逆転と。もうそれ以外はもうほぼ僕の勝ちと。さあ最後に選ぶのがこれいきましょうかね。どうぞ。お硬い。硬い。なんかジャリジャリしてるこれ。なんだこれ。いやでもね 0.5 っぽいなこの感じ。 4H はあえて出さずに 3H とか 2H とか、そこら辺の間でやってくる可能性もあるなって思うんですよね。 HB では絶対ないですねこれ。なるほど。でもそう思わせといてペンテルのアインの 0.5 ミリ HB っていう可能性もありそうだな。まあ最後にね。そう最後にアインっぽいな。なるほど。この滑らかさでもこの硬さ。H とかかも。なんなら H かな F かな。F の可能性もあるな。 OK ちょっと見ながら考えたいと思います。はい、では目隠しを取ってください。1点だと僕の勝ち、2点で同点、3点満点でようやくシーサーさんの勝利と。
今の選択肢としては、アインの 0.5mm の H なるほどと、2H、2H までしかないと、ちょっとザラザラ感があったから、ユニの 0.5 の H とか H とか、まあその辺、まあ硬さからそういう 2H とか 3H らへんかなという。そうですね。いやでもあの時思ったのはマジでアインだなと思ったんですよ。言ってましたね。あんま深く考えなくても直感でアインですと。なるほど、2択まで来ました。で硬かったけど、でもアインってもともと結構硬いから、H じゃないかな。なるほど。ということでこれでお願いします。正解は 2H の方でしたということで、元デイシーサー1勝1敗で迎えた危機文房具同点。うわ惜しかった。うわマジか、めちゃくちゃ惜しいな。いやーもう行くなら行ってほしかったですけどね。いやー2択まで絞られた時はちょっと焦りましたけど。確かに。さあということで、キキシャープシン無事終わりました。いや楽しかったですね。楽しかったですね。結果がこのようになっておりまして7対7の同点ですね。いやー1勝1敗でね、ここで白黒つけようや言うてたけどまだつかないと。まだつかないですね。ちょっとまたやりますか。もうこれね、撮影で一番大変なんですよ危機文房具。これ冗談抜きで4時間かかってますね。まあ14時から撮って2時間見ますかみたいに言ってたら、今がもう18時とか回ってますね。こっから2時間後に YouTube ライブをしようかなと思って、そうですね、100万人突破記念企画と、僕の方のチャンネルでもね、一応ちょっと宣伝させてもらうと、シーサーさんに深掘りトークみたいな感じで、そうですね、ちょっとトーク企画撮ってますんで、それもぜひ覗いていただけたらなと思います。それもきっとね面白い動画にこれから撮るんですけどねこれなかなかハードよ。今からちょっとコンビニにエナジードリンク買いに行きましょう。かちょっとぜひ決着つけてほしいっていう方はコメントしてください。確かにそのコメント非常に多くないとこの撮影もやらないです。やりたくないですねほんま大変なんで、マジで1時間で終わる撮影をしたいですね。でもなんかさっきちらっと話したのは、今まで3つやったやつを全部融合させて、もう危機文房具総合戦みたいなね。やばいね。それで決着つけてもいいんじゃないか。確かにもういい加減白黒つけたいですよね。つけなくていいんですけどね、仲良くやればいいのにぜひコメントでちょっと、こんな危機文房具やってほしいとかあったら教えてもらえると嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。疲れた。やばい。いやマジでやばい。これは最後3点いってほしかった。もう行きたかった。同点かい